今回は枕のタイプ別、睡眠姿勢の変化を肉眼的所見とレントゲン画像を比較しながら解説していきたいと思います。楽しみですね。いろんな枕ありますよね。百花繚乱、仕風店とか、量販店とか行くと皆さんいろんな枕ってどれ選べばいいのわかんないじゃないですか。だけど私たちは、これをですね、医学的、科学的、そして、画像、レントゲンや MRI などを駆使して、どういう枕を使うと人間の解剖、首の骨や椎間板神経がどんな状態になっているのかということを、20年以上研究してきましたので、それに基づいて、いい悪い、少しずつ解説していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあこちらの画像をご覧ください。はい、まずですね、これ枕なしの状態。枕はもともとなしで寝る人もいれば、枕をしてるんだけど合わない枕が飛んでっちゃって枕なしになってる人もいるんですね。枕がないと、これ肉眼的にですけど、上向いた時これ喉詰まってるんですね。横を向くとどうですか？下になってる。この場合だと右の肩押しつぶされちゃっていますよね。それから首がぐーっと圧迫される。この首の横にはとっても大切な神経の根元がありますので、そこを圧迫してしまうんですね。レントゲンで見てみましょう。これね、見慣れない方ちょっと分かんないと思うんですけれども、首たわんでいるんですよ。本来であれば首の適切な角度、後でお見せしますけど、これは首がたわんでる状態。横から見るとよくわかりますね。首が頭下がってる方にぐぐーっと湾曲状に曲がってしまっている。首は神経が右と左左右対称に、神経が首の隙間から出ていますので、どちらかに曲がってしまうとその神経の根元を痛めてしまうんですね。レントゲンで見ても悪い姿勢なのがよくわかります。はい、この方の症状、首の痛みがあって、首がしびれて、手もしびれがありました。特に頭骨神経領域という神経の大事な、一部分が圧迫されることによって、寝てる時からもう寝姿勢からして手がしびれてしまう。朝起きると手が痛い、指が動きにくい、こんなご症状がありました。また、首はちょっとストレートから軽度反るような形になってしまうため、首の後ろの筋肉が緊張していて肩こりの原因になっていました。はい、そうですね、細かいことを言うと、首の痛み、手の甲から中指までの痛みやピリピリ感、というのがあって、肩はそんなにご本人は辛いとは言っていませんでしたが、実際にはこのように夜中中圧迫される。これによって首から、手の方にかけての神経の圧迫の原因になっていたと考えられます。はい、実際に枕ない状態だと体を動くダイナミックな寝返りどうなってるか映像を見てみましょう。はい、では寝返りです。頭浮いたり落ちたりグラグラしてますよね。はい、それから腰に力が入ってますよね。腰グググっと待ってて、やっと上半身が後から追いかけてくる。これでは寝返りがしにくいということがよくわかります。はい、とても枕なしでは人間は寝返りを打つのには適しておりません。はい、ありがとうございます。では次に羽毛の枕、ふわふわのこの羽毛枕ですね。羽毛枕で寝るとどうなるか。どうしてもふわっとしてるんだけど、頭4キロ5キロ乗るとぐーんと沈むので、これまたやっぱり喉が潰れているわけです。で、横を向くと頭が羽毛の中にぐぐぐっと押し入ってしまう。枕も潰れるし、体も非常に不具合です。このような状態で寝ると、先ほどの枕なしの状態に非常に近い首がたわんだ状態、羽毛の潰れ方によって部分的に、
首が沈み込んでしまいます。横を向いた時もふわっとして高さがあるかなと思っても、頭が乗っかると羽毛が潰れるので、結局は頭が下がってしまって、またしても肩が圧迫されるという状態。これでは枕がないのにほぼ等しいような状態になってしまうわけです。はい、じゃあ寝返り見せてください。枕があるにもかかわらず、やはり寝返りぎこちないですよね。やっぱり腰が重たそうです。重たそうですね。体動くの動かしにくそう。なんか一生懸命自分で努力的に動かしているように見えます。これでは一晩中よいしょよいしょと寝返り打って、朝には疲労しているかもしれません。はい、ありがとうございます。次にこのような凹凸の枕、縦にも横にも凹凸になっている枕、これを使って寝た時、こういったものってね、結構ですね、首の後ろに高いところを当てて、まるで首を支えているって言っているんですが、これね、静止状態で見ると確かに首の後ろを支えてますよね。だから枕がないとか羽毛枕に比べると、なんとなく首が安定してるように見えるじゃないですか。だけどこれ中首レントゲンで見るとですね、結構ガタガタしている。そして、このポーンと買ってきた凹凸の枕って高さがまちまちなので、高さによって首の角度がいろいろ変わってしまうというデメリットがあるわけです。で、横向いた時どうなるかというと、首の後ろが高いだけど頭の方が低いという凹凸型の場合には、頭が斜めに下がっていきます。ということで、横を向くとまたしてもこの状態、かつ首の後ろ下が高いので、より一旦首が持ち上がって下がるという左右対称を維持できなくなっているわけですね。いろいろデメリット大きいじゃないですか。じゃあ動画も見てみましょう。さっきよりはちょっと寝返りいいですね。そうですね、さっきよりは軽そうですけど、そうですね、確かに。ただ私から見るとね、頭血が上りそうな感じはするんですよね。頭下がってますので、はい、これね、顎が上がりすぎてるんですね。はい、顎がぐーんと上がってしまって頭が下がるということで、首が、症状がある方などでは非常に首の圧迫が強くて肩が凝ってしまうかなと思います。はい、では次、最後が私たちのオーダーメイド枕、整形外科枕、3大条件を満たす枕ですね。適切な高さ、硬い、一晩中その高さが維持できる硬さ、そして表面が平らということで、コロコロと寝返りが打ちやすいわけです。はい、これで見るとですね、いいですね、首の角度。我々の研究の結果、首が約15度、そして横向いた時、体の軸と寝ている面が平行になること、非常に右にも左にも全く傾いてない、圧迫がない状態となります。レントゲンでもご覧ください。首の角度、適切な15度に近い状態。横を向いても体の軸が寝ている面と平行になっていると。これが整形外科枕が効果が出る秘訣なんですね。はい、ぜひ寝返りも見てみましょう。どうですか？先ほどまでいろいろな枕と比べて寝返り、すごいですね。肩腰がぶれてないですね。はい、なんか力を要さない、力を入れずにもう回転がスムーズにできるということで、自分のエネルギーを使わない省エネの寝返りができているわけです。はい、全然違いますね。はい、ありがとうございました。これです。ということで今日はこれのさまざまな条件の違いによる寝姿勢、そしてレントゲン、さらには
動画による寝返りの違いを見てまいりました。自分に合った枕が欲しいなと考えている方、朝からの肩こりや不眠やいびきや無呼吸、さまざまな症状に悩んでいる方、ぜひ3大条件を満たす整形外科枕が、どんなに、優秀で重要な要件を満たしているか、今日の解説でご理解いただけたことかと思います。ぜひ皆様当山田しおり枕研究所にお越しになって枕を計測してください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。